革工房で、このかわいいね、毛皮のブーツを作れるようになったんですよ。あと、バッファローのね、ミルクから、かわいいモッツァレラチーズを作って、ここで美味しそうなね、これはチーズフライなので、中からとろっとチーズがこう伸びてるんですよ。これを作ることができるようになったので、最近、バッファローと馬のことが前よりも好きになりました。皆さんこんにちは。はじめまして。私はオバティです。無料でどこまでできるのか、現在レベル53です。でですね、ちょっと動物が増えてきて、ここを広げなきゃいけなくなったので、バッファローとね、馬がとにかく増えてきたので、なので私の家がこんな奥地までこう下がっていったという。でもなんか家からね、実際の作業するところまでの道が長いっていうのもお金持ちな感じがねするなぁと庭が広いということなのでね、それはそれで喜んでおります。で、今ですね、ここの土地が拡張できるようになりました。この中途半端なここが。まずこちらをアンロックしたいと思います。これなんだ？動物クレート。でも私はジェムは使わないので、売る。即座に売る。水色とか紺色とかのこういうキラキラした石が美味しい報酬ですね。ジェム石と経験値をもらえるといったような石がね、この辺にいっぱいあります。ここ鉱山なんですよ。鉱山は19,000コインないとアンロックできないので、残念ながらまだ私には鉱山をアンロックすることはできません。私前までね、正直に言って馬とバッファローが来ると困ってたんですよ。まあ最初は馬の蔵だけだったんですよ。で、バッファローは最初はミルク取っちゃった。最初はこの毛皮だけだったんですね。使い道が難しい。ここでまず馬の蔵を革に加工して、ここで馬が出すものに関してはもうカウボーイブーツ一筋。カウボーイブーツ一時期ね、10本ぐらいここにカウボーイブーツばっかりできてました。で、野球グローブもやっぱり裁縫のね、この針を使うので、そうなると仕立て屋さんの方もね、充実させたいので、出来上がるアイテムを。で、かぶってしまうので、もうカウボーイブーツばっかりになってたんですね。仕立て屋さんと革工房で商品がダブるものですから、原材料が余っちゃうっていう現象が起きてたんですよ。で、馬来た。バッファロー来たって正直言って嬉しくなかったんですよね。で、それがまず、馬がですね、馬毛というのを作れるようになりました。で、これは、今ちょっと満杯で入れられないんだけど、ヤギの毛と合わせてフリース毛布というのを作れるようになりました。で、あとですね、この工房でもバイオリンの弓。ただしこれはビニール紐ね、魚の餌を作るためのビニール紐も必要になってくるので、ここはちょっとまた難しいところなんだけど、でもまあ、馬の毛なんだけど、この尻尾みたいなののね、使い道がね、やっとできたよって、まあ、嬉しかったわけですよ、その時に。で、その後、
バッファローに関しては、もうバッファローの毛余るんだけどと思って、自分の倉庫からバッファローの毛をせっせと売ってました。倉庫が満杯にもなるのでね。で、ちょっと面白くないなーって正直言って思ってました。そしたらね、レベルがね、上がって、バッファローがね、このミルクを作るようになったんですよ。そしたらね、これがちょっと美味しそうなものに変わるようになったんです。で、酪農工場で、今ごめんなさい、ここまたいっぱい入れちゃってるんだけど、これ、モッツァレラチーズに、バッファローのミルクが変わるようになったんですよ。で、さらにね、そのモッツァレラチーズを使って、これなんかチーズがとろーっとしたね、チーズフライというのを、このバーベキューのお店で作れるようになりました。で、今ちょっと卵ができてるようなので、早速モッツァレラチーズからチーズフライをね、作りたいと思います。今までは、また毛皮できたよとかでね、売るしかないじゃんとかなってたのが、使い道が増えたことで楽しくなった。しかも、このね、この好みとしてね、モッツァレラチーズのね、見た目が可愛いんですよ。で、それのモッツァレラチーズを使って、さらにここで作るアイテムも増えたので、ちょっと楽しくなったっていう感じです。ちょっとじゃなくて、だいぶ楽しくなった。あともう一つ、こんな可愛い商品も作れるようになったんです。これ、バッファローの毛皮と、あとこれ、馬の蔵から作った皮ですね。これを組み合わせると、なんとこんな可愛い毛皮のブーツ。この毛皮のブーツが、私の好みにぴったりだったので、それでですね、バッファロー自体は、ごついなーで、なんか、ごついと思うんだけど、それで、これまでよりもね、バッファローが来た時のね、がっかり感が少なくなりました。私がこうやって無課金で遊ぶことはできるんだなっていうことは、実際にレベル53まで来ましたよと、レベル53まで来ましたよっていう感じですね。でもただそのためには、私はちょっとね、いっぱいになっちゃったんで、イベント、ここでのね、今ここ桜釣りのイベントやってんだけど、ここでやってるイベント、ここになんて言うんだろう、移動販売カーみたいなのが来てね、デザートとかを作るとか、そういうイベントもここで行われてるんですよ。でも私はそれはもう一切参加してません。無理だったから。私の中の目いっぱいだったからね。無理ですと思って、イベントに参加しないということと、あと、倉庫がいっぱいになってきたら、この中から品物を売る。特に宝箱をあげるための鍵はもう迷いなく捨ててます。揃うかどうかわからないものを納屋に残しておくことをやめました。もう一切
一切残さず即座に売ってます。それで倉庫がいっぱい問題はね、解決されたわけですよ。で、ここでも余ってるなーっていう品物をもうこっから直接売ってます。で、そうすると売れば拾えるので、拾えないよっていうね、ストレスからはだいぶ解放されると思います。皆さん、デイリークエストにね、参加なさるかと思うんですけども、デイリークエストに参加するとね、いろんな報酬もらえますからね。で、このデイリークエスト、アイテムを作るはいろいろ入れていけば達成できる。で、コインを獲得するも結構ね、倉庫の中からも物を売ったりとかするとね、そこでもコインを獲得することができます。で、ここで一番難しいのはやっぱり農場に動物を追加するだと私は思ってるんだけど、でこれまでですね、このルーレットで広告を視聴して8回見れば動物が来るよという話をまずしたことがあったと思います。で、その他に、動物ボックスっていうのがポーンってこう空から降ってくるようにね、落ちてきたりとかすることがあります。で、それは鍵で開ける場合の他にコインを使って開けられる場合もあるので、そこから動物をね、宝箱みたいなボックスからいただくということもまずパターンとしてね、ありました。あとはここでね、こういうふうに動物を入手するミッションがありますので、開始3ちょうど1回できるのでちょっとやってみますね。でもこれはこれじゃなくても何が来るのかわからない。来ました、バイソン。これゴツっていうのも私の好みとしてはちょっとゴツっていうせいもあって、バイソン苦手だったんだけど、でも可愛いアイテムをね、美味しそうなミルクを出してくれるようになって、その美味しそうなミルクが料理になることで私はバイソンがね、恋が生まれました。バイソンが好きになりました。で、ここで恋が生まれたので、ここからね、恋からね、このハートマークをタップすると、コウノトリが子供を運んできてくれますので、それで増えるということもあるんですけど、裏技をね、最近になってね、発見したんですよ。農場に動物を追加する裏技。ちょっと今現在、8分の5。8分の5です。あと、3頭動物が必要なんですよ。これをね、珍しい動物の、例えば私こんなにトークンが余ってるわけですよ。銅はほとんどね、しつけ薬に変わってしまうと思うんですけど、銀のトークンになると結構動物に変わるんですよね。だからこれを農場に置いておく。カンガルーも農場に置いておく。ヒグマも農場に置いておく。これで農場に動物を追加するがクリアになりました。で、大変申し訳ないんだけど、今来てもらったばかりの動物たちにはまたお帰りいただくと。で、お借りいただくときに、ファームからね、その姿を探して魔法でお薬に変えるっていうこともできるんですけども、ここから一覧からね、動物の本の珍しい動物のこの一覧から
さよならした方がやりやすいと思います。ここで万能薬になってもらいます。売る。動物たちの家も必要なのでね、そんなにたくさん飼えないんですよ。珍しい動物を。土地が狭いしね。なので申し訳ないけど書いていただくと。でちゃんとね、薬に変わるっていうか、トラックに乗って帰ってきますので、それほどね、悪いことしたな、あの動物たちにかわいそうなことしたなっていう気持ちは抱かなくても済むんじゃないかなと思っています。で、あとは私のこのデイリータスクはアイテムを作るというところがいっぱいになれば終了なんですけども、それはほぼ注文さえ入れておけばアイテムを作るは達成できてますね。で、今もうそろそろログアウトしようと思ってるんですけども、ログアウトする前にこういうね、エネルギー余ってるのがもったいないので、拾ってこう入れると。で、ご飯がいってない子にご飯ができてるようでしたら、ご飯をあげてからログアウトします。で、これ今牛乳の注文も来てたので、ここで一気に商品を売ることができました。で、ちょっとね、枯れ木になってしまうかもしれないというリスクはありますが、今ラズベリー収穫して、ここのね、注文というところも配達。で、以前にもお伝えしてるんですけども、ここのね、注文のこのラインが満杯になると、一頭動物はやってきます。で、ただそういうね、注文に応えて動物を増やすというのを繰り返しても、なかなか動物が増えないっていう時、あとね、CM を全部見た。でも動物がまだ足りないのっていう時に、ね、裏技として、この珍しい動物のこのトークンを使って、一旦自分のファームに招き入れる。で、ここが、ね、クリアできたら、8分の8でクリアできたら、申し訳ないんだけど、さっきのトラックに乗って帰ってもらうということを、最近思いつきました。どうでしょう？皆さんにですね、今回のお話、少しはお役に立てたでしょうか？では、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。